バンコク中心部の北東寄りに位置するホワイク湾、人口約8万5千人。ホワイク湾はタイの下町情緒や庶民的かつローカル色の強いエリアとして知られています。しかし、ホワイク湾は近年急速に中国化が進むエリアとして注目がされています。商店の中国表記や中国人経営の店舗などの増加、中国文化の存在感が非常に高まっており、地元ではバンコクの第二の中華街、冗談交じりに中国のもう一つの省とまで呼ばれています。近年、アジア諸国や私たちの日本でもこのような急速に中国化する街が増えており、地域住民や国としての社会問題として取り上げられることが多い話題です。今回はタイ・バンコクにある中国化が急速に進み、変わり果てたホワイク湾に行ってみました。それでは最後までご覧ください。本日は2025年8月の16日、今私はタイのバンコクヤワラート通りですね、バンコクのチャイナタウンと言われている場所に来てるんですが、こちらのヤワラートは日本人観光客の方でもね、割とポピュラーな場所でガイドブックとかでも載ってるし、バンコクで、おそらくタイで一番のね中華街とされてて、観光地化されてる中華街なんですよね。で、私もかつて何度も来てますし、ここで食事したりとかの動画も出したこともあると思いますし、皆さんも来たことがあるような場所だと思います。で、今回ね私が取り上げようと思っているのは、こちらは有名な中華街なんですが、そこではなくてですね、第二の中華街っていう街があるんですよ。ヤワラートと全然違う場所にあって、でそこはこういった中華系のね看板とお店もあったりするんですが、ちょっとここ最近状況が変わってきてるんですけども、中国の人たちがね一時期タイにめっちゃ来てる時があったんですよ。旅行もそうだしビジネスとしても。でちょっとここ最近ねいろいろ問題もあって、ニュースで知ってる人もいるかもしれませんが、中国人減ってきてるんですよね。で中国人ビジネスっていうのはもうとにかく行動が早いです。お店を出すのとか、初動が早いので一気に増えるんですけど、儲からないなと思ったらすぐ出てくるんですよね。でここは昔から歴史があるチャイナタウンなんでまだこんな感じなんですけど、その第二の中華街っていうのはこう突然中華街になって、この数年でね、でまたここ最近減ってきたというか、ゴーストタウンとまでは言わないですけども、シャッター通りみたいになってる場所があったりとか、なんでこんなとこに中華のお店ばっかあるんだろうみたいな、そういったところがあるんですよ。もともと中華街ではなくローカルエリアでホワイク湾っていうんですけど、そこも私よく行くんですよ。タイに住んでる知り合いの人とか仲間とかと一緒にそこでローカルなタイの食事食べ行ったりもするんですが、そういう場所が入り混じってるところをちょっと動画にしてみたいなと思って今回お届けしたいと思います。で今ねせっかくちょっとヤワラートいるんで、ちょっとだけ街歩きしてからそちらの方にね地下鉄でブルーラインで1本で行けるんですよね。なんでそんな感じで行きたいと思います。今日土曜日なんで、あと人がねたくさんいて混むかなと思って、なるべく早い時間で今ね朝の9時前に来てるんですけど、もうさすが中華系ですね。朝早い時間から朝ごはんのお店とかもやってます。この辺はまだ閉まってますけど、結構それなりに人もいますね。おそらく日本人の観光客の方がヤワラートに来る目的っていうのがね結構定まってて、安くねフカヒレとかアワビとかツバメの巣とかね、いわゆるチャイナ高級食材ですねのタイ中華みたいな、感じで美味しいお店があったりして行ったことあるんですけど、そういうので来たりとかする人も多いと思う。普通にあと中華料理ですね。今回のメインはこちらのねヤワラートじゃないんですけど、ちょっと来ると歩きたくなるんで見ていきたいと思います。この辺も全部そうですね。有名なツバメの巣のお店とか、チャトラムーはタイですけど朝からやってるわ。いいですね。結構タイ好きで旅行来る人はたくさん来たりしますよね、この辺ね。美味しそうな唐揚げだ。唐揚げじゃないか。マッサージももうやってんだ。早いな。先日私中国の雲南省のねタイ族自治州シーサパンナという町に行ってたんですけども、そこはねタイとかラオスの民族の人たちのルーツになるような場所で、本当にね中国なのにタイみたいだったんですよ。中華系タイ人のその人たちが集まってるようなエリアなんで、シーサパンナに近いような人がもしかしたらいっぱい住まわれてる場所なのかもしれない。そういうの考えながら歩くと結構面白いです。ここも朝ごはん、チョーフンのお店
うまそう。すいません、ちょっといきなりなんですけど、ちょっとうまそうだったんで、このヌードルなんですけど、超粉みたいな麺が米粉の麺ですね。ちょっともうお腹空いたんで食べちゃいます。いくらなんだろう。成り行きで入ってしまいましたけど、良さそうな美味しそうなお店ですね。超粉ヌードルとブラックアイスコーヒー頼みました。メニューそれぐらいしかないです。早速来ました。これが超粉ヌードル。これでね、60バーツです。豚肉とかイカが乗ってますね。汁なし麺みたいな感じで、あと山盛りの氷の、アイスブラックコーヒー、ブラックだけど甘い可能性ありますけどまだ飲んでません。はい、これで、ね、80バーツです。はい、美味しそう。量も結構ありました。タイアイスブラックコーヒー、おお、激甘だった全然ブラックじゃない。いただきます。こんな感じ。きしめんみたいな超粉の米粉の皮ばっかのやつみたいな麺ですね。日本人の人でも食べやすい味ですね。どちらかといったらタイ料理の味が強いと思うけど、中華というより、おそらくね、ガチ中華だとこういう肉がね全部八角の味だと思うんですけど、八角の味しない普通の醤油味で美味しい。いや、素晴らしい朝ごはんでした。結構お腹膨れました。今からね、それでは地下鉄で、第2の中華街ホワイク湾に、行きます。それでは地下鉄で移動します。猫ちゃん、猫ちゃん。ということで MRT ホワイク湾駅着きました。一番出口から出ると中華のお店がある、いわゆる新中華街、第2の中華街と言われている場所付近に出ると思われます。外に出てきました。早速ね、もう見えてますよね。こう漢字の中国語の看板が中華街じゃないのに結構あったりします。この先もっとたくさんあります。もちろん売宅とかね、タクシーとかグラブで来てもいいんですけど、地下鉄だと、麻生区ですね。 BTS の、MRT だとスクンビット駅になりますが、そこから4駅ぐらいじゃないかな、10分もあればここに来れるんで、変にヤワラートまで行くと遠いという人もいると思うんで、取ってる宿次第ではこの辺で食べた方が時間短縮になるかもしれないし、結構ね美味しいらしいんですよ。俺まだこの辺で1回も中華食べたことなくて、そのタイ料理屋はね何回か行ってるんですけど、ちょっとその辺もいろいろ見てみたいと思います。とりあえず今から駅に向かって正面のこっちの方の通り歩いてみます。で、あっちもねいっぱいあるんですよ、あっちの方も。なんで両方見たいですね。これも中華料理、餃子屋ですね。なんか餃子がうまいって言ってましたね、皆さん。なんでちょっとできたら食べたいですね。こっちの通りはね何回か行ったことあるんですよ。みんなで行くお店があって、仲いいメンバーで。これお寺ですね。ちょっと中華っぽい感じはするけど、まだね全然ここ夜が本番なんですよね。いわゆる夜のお店で働いてるタイ人の若い女の子とかが、この辺がすごいなんていうんですかね、安いんですよ、家賃とかが中心部に比べて。で、そういう夜の店で働いてる女の子たちターゲットのような飲食店がたくさんあるとか、そういう、あと服とかさ、アクセサリーとか、なんでこの辺すごい遅くまで飲食店食事するとこやってて、詳しい人はねタイに詳しい人はそういうの知ってると思うんですけど、特に夜遊びする人たちからするとホワイク湾は結構有名だと思うんですけど、そういう街なんですよ。ただ中国の人たちの出稼ぎの人とかもビジネス始める人がさっきのヤワラートじゃないところで稼ぎ出すみたいなで形成された新中華街とか言われてますね。こっちはちょっと少ないね、中国のお店。自分がよく来るのはあそこのホワイク湾テラスっていうお店があるんですけど、左側に多分ちょっとあんま映ってないと思いますが、あそこにね知り合いの人とか、あとうちのスタッフとも一緒に行ったことあります。美味しいし雰囲気もいいし、ミュージックレストランですね。ここ夜からのお店なんですけど、さっき言ったホワイク湾テラスっていうお店ですね。コロナの時も、ここに来たことあるし、コロナ禍の最中ですね。結構何かと集まるとここに来ることが多いです。おすすめです。鯛めしなんですけど美味しいです。安いし。でこの先がホワイク湾市場っていうのがあって、いろんな食べ物とかね売ってて、もうザ・ローカルな感じの場所なんですけど、
ちょっと今回趣旨は中華風というかね、中国化している街というなんで、ちょっと市場はやめます。この先ちょっとあんま中国系のネタなさそうなんで、ちょっと引き返して逆のストリート行きますか。それではこの先の奥のね、総井の方に入っていきたいと思います。これが先ほどの MRT ホワイク湾駅の出て左に曲がっていく感じですね。結構タイのローカル感を楽しみたい人にはこのホワイク湾エリアはおすすめというか、タイに住んでね密着して情報発信してる旅系の人とか YouTuber の人だったら大体紹介されてると思うんですけど、いわゆる皆さんが見てるようなね、いろんなとこ行ってみんなが好きそうなネタをかいつまんでやってる系の YouTuber だと多分ねこういうとこ知らないというか来ないので、動画で出てくることがないかと思います。ちょっと残念ですね。今雨が降ってきました。今日天気悪いんですよ。どうしようかな。ちょっとカフェで避難してもいいけど、カフェとかも結構あるから、もうちょっと降ってきたら考えますか。ここのねオアシスカフェ結構いいんですよ。来たことあるんですけど、24時間営業なんですよね。あんまなくないですか、タイで24時間のカフェとかって。もうこれも中華の店ですね。動画の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。毎度おなじみ NordVPN の宣伝です。現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上の契約をしていただいた方に大幅割引プラス4ヶ月延長キャンペーンを行っております。ぜひこの機会にご契約ください。毎月 NordVPN さんの宣伝をねやらさせていただいているんですが、今私はねタイのバンコクでこの動画を撮ってます。ほぼほぼね私はバンコクに来るともう引きこもって仕事をするんですけど、そういった時にですね、インターネットがないとですね、仕事にならない、皆さんもね大体そうだと思います。特に海外によく行かれる方、仕事出張、旅行でもいいんですけど、そういった時にですねこの NordVPN 活用していただくと非常にメリットがあります。皆さんもね出先でフリー Wi-Fi 無料 Wi-Fi っていうのをね使うと思うんですが、ネットをね楽しんだりとかデータのやり取りとかやるとは思うんですが、そういった時にですね特に海外のフリー Wi-Fi、 駅とかねホテルとかカフェとかショッピングモールとか空港とかね、そういったフリーで使える Wi-Fi に小細工をしてですね、皆さんの大切な個人情報とか、例えばお客さんの個人情報とかそういったものをね盗み見して悪用するというね犯罪行為が起きております。全ての Wi-Fi が危ないというわけではないんですが、実際に目で見てですねこの Wi-Fi にはそういった仕組みが入ってるっていうのは皆さん絶対にわからないと思うんですよね。だから普段から気をつけてセキュリティをね対策をするっていうのが大事になってくるんですが、 NordVPN をかましてそういった Wi-Fi に接続することによって第三者に盗みされるリスクを大幅に減らすことができます。特にアクセスするデバイスにお客さんとか、大事な個人情報とか、会社の機密情報をね入っている状態のデバイスをフリー Wi-Fi にアクセスするっていうのはかなりリスクがあります。でそれを会社で基本的には大きな会社であればね、言われてると思うんですが、まだまだね日本の会社、そういったところに目がいってないっていうところも多いみたいで、実際にお客さんの情報が流出してしまったりとか、自分自身のね、個人情報、銀行口座とかパスワードとかも盗み見されて身に覚えのないクレジットカードの決済が来たりとか、そういったことが起きているのも事実です。あとアクセスも非常に簡単で、ワンクリックコネクトといってアカウントさえ用意していただければワンクリックで難しいね細かな設定をすることなく VPN と接続した状況を作ることができます。ぜひ企業の方、個人の方、海外とか等でねフリー Wi-Fi 接続するときのセキュリティ面での大事なねキーになってくるので、皆さんよかったらね活用していただければと思います。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて2年間プラン以上ご契約いただくと大幅割引プラス4ヶ月延長というキャンペーンをまだまだやっておりますので、これを機に検討いただければと思います。それでは本編に戻ります。一気にね中華街っぽくなってきますから、この先がちゃんと行ってみたかったんですよね。でももうお店入ってるわ。人早いね、10時半ぐらいですけど、これも中華の張さんのお店ですね。張さん、辛そうザリガニの反対側の店は重慶の麺のお店ですね。
ホワイクワン地区を歩くと至るところで中国語の巨大な看板が目につきます。本場の中華料理店や火鍋、マーラータンのお店、上海風の串焼きのお店など中国系の飲食店をはじめ、中国食材のミニマートやスーパー、中国式マッサージ店、中国語の語学学校、漢方クリニック、美容クリニックなどが集中して並んでいます。商店は中国風の赤い提灯などが飾られ、店名やメニューも大きく中国語で表示されています。火鍋専門店などの看板も多くある中、中国の地方名物料理を売りにする店も増加しています。ホワイクアンは2010年代半ば頃から少しずつ街が変化していき、2018年前後にはタイのメディアがホワイクアンは新しい中華街になっていると報じ始め、現地コミュニティでもバンコクの第2の中華街の呼び名が定着していきました。コロナ禍を挟みつつ、2023年以降も再び街は活性化しており、現在も約50店舗以上が営業を続けており、中国人街としての姿を保っています。知り合いから聞いたらね、このお店中華なんちゃらってお店発音わかんないですけど、東北料理、雲南料理、あと川料理ってどういうやつかわかんないですけど、ここうまいらしいです。ちょっとまだやってないですね。あと行ってみたいですね。ちょっと候補にしておきましょう。先日雲南省行ったばっかりなんですけど、東北は遼寧省とか吉林省の料理ですよね。コンビニあるんで傘買いますわ。これ良くないですか。これ新中華街と言われてる。もともとこんなとこにね、中華料理屋とか中国系のお店なんかなかった場所に一気にこれだけ入ったんですよね。今直近でってわけじゃないですけどね、 2,3 年前ぐらいが多分ピークだったと思いますが、今結構廃れてきてるという話ですけどね、あんま儲からないということで中国人が出てるみたいです。ホテルが中国語がもう中国人向けですよね、きっとね。名前がこんな感じ。パークレジデンス梅花書店、あれですね、完全に中国式のマッサージのお店ですよね。中国でよく見る耳かきとかしてくれるとこですよね。こうした中国系ビジネスは夜通し営業するお店も多く、ホワイクアンは眠らない街化しています。深夜でも明るい照明の中華料理店や屋台が営業し、中国系フードデリバリーがこの地域で活発に利用されており、WeChat Pay や Alipay といった決済も浸透することで、中国人はタイの従来のシステムに頼らずとも生活ができていると指摘されています。言語面でも中国語が日常的に飛び交い、タイ語を理解しないまま商売をする中国人も多いため、街全体が中国語圏のような様相を呈しています。完全にガチ中華ですね。マッサージもありますけど、やっぱりマッサージ中国語になってるな。なんか下手したらね、この辺タイ語通じないって話を聞いたんですよね。お店の人が中国語オンリーっていう、ちょっと変わってますよね。ここも24時間だ。すごいね、ラーメン屋さん24時間なんだ。この先ずっと新中華街です。全部中華ですね。すごいわ。一部ちょっと改装中とかもあるけど、漢字ばっかり。あれですよね、タイの街並みを変えてしまうぐらいやってしまうのが下品だっていう意見もあって、確かにそれはそう思いますけど、これでもすごいですよね、こんな一気に。ここもザリガニとか火鍋の店、これマッサージ、なんでもあるね。マーラータンの店とかありそうですよね。結構ね、歩く分には面白いので、地下鉄で出てすぐだし分かりやすいですし、ちょっといろいろ味変したい人とかはこの辺歩くのおすすめですね。ちょっと飯まで早いんでね、まだ時間が、さっき食べたばっかだし、マッサージ行こうかな。ちょっと時間が早いので今マッサージを受けることにしました。ちょっと安いですね。1時間250でした。フットマッサージです。ということでマッサージ、フットマッサーですね。60分250バーツで今受け終わりました。めちゃくちゃ気持ちよかった。当たりですね。ここはあれなんですよ、中華系のマッサージじゃなくて普通のタイマッサージなんですけど、はい、新中華街通り
のど真ん中にあるきれいめなお店です。全然中華街とは関係ないけど、マジでこのマッサージ、このお店めっちゃ良かったな。ちょっとなんか高めな感じの高級感あるんですけど、それでも250バーツだったんですよね。フットマッサージですけど、ちゃんと最後お茶とお菓子もくれるし、自分をね担当してくれたおばちゃんがもうなんかいつも行ってるところもいいんですけど、今日こんなね飛び込みで知らないとこ来たんですけど、もうなんか50人に1人ぐらい50回マッサージ行って1回ぐらいのなんか超うまいおばちゃんだったんで、もうすごい気持ちよかった。それではいい時間になりましたんで、はい、11時36分か、昼飯を食いってこの新中華街終わりにしましょう。まあ別にこのお店は中華街だからってわけじゃなくて、バンコクのショッピングモールとかにもうやたらありますけど、中華街にこの辺にあると錯覚しますね、中国に来てるみたいにホワイク湾には中国人旅行者、居住者向けのサービスが一通り揃っていることも分かっています。中国系の旅行代理店や両替所、24時間営業の飲食店やコンビニが集中し、中国人観光客が求める利便性が確立されています。また、贈答神ガネーシャを祀る有名な祠が24時間参拝可能な状態で存在しており、タイに訪れる中国人観光客が立ち寄れる街へと次第に変化し、街の景観や雰囲気が従来のホワイク湾とは大きく変貌しているのが現状です。こういう路地とかでもやっぱりこう入ってしまうとタイですね。あの通りはめっちゃ中国だけど、でも中華料理だわ、ここも。すげえな、なんか面白いですね。思ったよりもガチ中華ゾーンでなんか来た甲斐がありました。これは火鍋の店ですね。ちょうどこれでメインの通りは終わりですかね。まあまあ長かったですね。あとはこういう沿いとかで結構横道の方でなんかいろいろあるって感じですかね。さっきも言いましたけど、やっぱ横にそれると、でも中国の店いっぱいあるけど、まだタイっぽさがある。完全に染まっちゃうんだよね。ちょっと時間早いけどお昼のお店探しましょう。ここも鍋の店か。火鍋の店ですね。火鍋はいいや。こういう屋台のこう横にそれるといっぱいありますね。でもここはタイ料理です。中華はないですね。これが多分本来の姿だと思いますが、でも火鍋の店とかもあるから、火鍋の店多いですね。本当すげえ密集してるわ。ヤワラートはあんまない気がするもんな。知らなかったな。ホワイク湾地区の中国化の背景には、中国資本の大量流入とそれに伴う商業施設、不動産開発の活発化が主な原因と指摘されています。現地報道によれば、この地区では中国人投資家が次々と店舗やビルを購入、賃借して事業を始めた結果、たちまち巨大な中国人コミュニティが形成され、中国人経済圏をこの地に築いています。また、一部の中国人経営者の中で、タイ人名義で無許可クラブを運営し、違法行為に関与したとして指摘された事件をきっかけに、タイ当局はホワイク湾を含むバンコク各地の中国人ビジネスの実態調査を強化し、違法な名義貸し経営や無許可営業の取り締まりを進めています。最初に目星をつけたお店にしちゃおうかな。いろいろあって悩むけど、餃子を食べたいですね。それではこのお店にします。まだ多分誰もいないな。ということで店内入りまして、結構ガチの、中華いっぱいあります。すごいメニューちゃんと写真付きで分かりやすい。そんなにね安くはない。日本の中華料理だと変わらんぐらいの値段じゃないですかね。ちょっと安いぐらいですかね。でやっぱり一番おすすめだったのは酢豚とかもありますね。酢豚180バーツとかうまそうなんですけど、麻婆茄子とか日本人向けのチャイナ系料理あるんですけど、自分はこの焼き餃子と、洋州チャーハン150バーツ合わせて270バーツですねと水を頼みました。ドリンクもやっぱり中国のドリンクが多いですね。
はい、ビールはでもあれか、タイのビールですね。そんな感じ。今お店の受付というか注文取りに来てくれたスタッフさんは中国語でしたね。ただまあ私が日本人って言ったら英語もできたし、あとタイ語も喋ってました。なんで3カ国語ぐらい喋れる人たちですね。でも見た目はね、タイ人顔っぽいですね。すごい不思議ですよね。ということで、タイ料理でもチャーハンありますけど、ガチ中華ゾーンでの洋州チャーハンです。うまそうだね。タイのチャーハンより値段高めですよね。これ150バーツなんで、でもうまそうだわ。いただきます。普通にうめえ、超うまい。やっぱりタイのチャーハンと違うね。中華の味がする。予想以上にクオリティ高くておいしいわ。なんか高級ホテルの中華料理屋のチャーハンみたいな味がする。大体どこでもチャーハンあるじゃないですか、どこの国に行っても。だからそんな感じなのかなと思ったんですけど、タイのチャーハンではないですね。マジうまい。味の素とかがっつり入ってる味はしますけど、美味しい。これめっちゃうまそうじゃないですか。羽根付き餃子すごいな。いい感じ。これタレですね。すごいでかいです。これすごいサクサクだ。意外とちっちゃい。これうまそう。でもちょっと中国っぽい味がしますね。香りがちょっと八角の匂いするか。すごいパリパリですね。ということでめちゃくちゃ美味しかったわ。餃子とチャーハンだけで超お腹いっぱいになった。合計ね290バーツでした。ということで今回こんな感じで中国化した街、中華街とは別にある新中華街ホワイクワンをですね見に行って実際に皆さんに紹介しました。なかなか面白い感じなんで、来てみるといいと思います。さっきも言ったけど、いろんな観光飽きた人とか中華街行ったことあるけどちょっと違うのが欲しいみたいな人はこういうとこ来ると面白いと思います。はい、ギリギリ雨降らなくてよかった。これで終わりたいと思います。それで最後におまけ動画なんですが、今ねバンコクのエカ前にいるんですけど、バンコクの中でねちょっと流行ってるというかトレンドのマッサージ屋さんに行こうと思ってまして、世界一うるさいマッサージ屋っていうのがあるんですよね。今までにないタイプのマッサージ屋さんで、それをねちょっと今から体験しに行きます。こちらのお店なんですけど、マッサージ屋には見えないなんかクラブみたいなお店ですね。それで入店しまして、店内はこんな感じです。皆さんがイメージするねタイのマッサージ屋さんとはかけ離れたとてもすごい世界観が広がってまして、一応1時間60分で1200バーツで、ソフトクリームやアイス、そしてあとサンダルもお土産でくれてっていう、なんかすごいコンセプトなんですが、で、実際にすぐにですねなんかアイスクリームもらったんですが、1200バーツもするのかと思ったんですが、これはもうマッサージというよりエンタメの世界のものなんで、ちょっとこの後続き見てください。こんな感じですでに店内が騒がしくて非常にうるさいです。あと店内の BGM も爆音なんで、これ著作権の関係でナレーションでやってます。一応あくまでもマッサージなので足を今洗ってもらってます。いらっしゃいませ。すごいな、俺一人のためにこんな。なんかクラブみたい。やばい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 。うわすげえ。それで着席したんですが、マッサージというかもうクラブですよね。非常にカオスな雰囲気がもう満載で、もうとにかく爆音でクラブミュージック流れております。で、目がチカチカするぐらいこの全体がモニターみたいになってるので、サングラス必須です。持ってなければ貸してくれます。で DJ もいて、
この今まで経験したことがないマッサージだったので、これはもう逆に面白いなと途中で思い始めてテンション上がってきました。一応形的にはねマッサージやってくれるんですが、この後マッサージは途中でやらなくなりまして、ダンスタイムになります。いきなりショーが始まりました。こんな感じで大勢のスタッフさんが入ってきて、突然ショータイムが始まりました。一切マッサージは、受けておりません。で、私も踊るようにね言われまして、結局お客さん全員真ん中に集まって踊りました。でそれが終わった後ね、ちょっと形上こういう風な感じでマッサージがあって、で1時間だから終わりということで出ることになりました。壮絶でした。すごかったわ。最後は冷たいおしぼりをくれました。そして最後にまたソフトクリームをいただきまして、それが食べ終わったらさよならということで、マッサージというより究極のエンターテインメントを楽しむっていう感じで行った方がいいですね。さすがバンコクだなと思いました。すごく思い出に残りました。ということでマッサージに行って疲れたの初めてですね。でもめちゃくちゃ楽しかったわ。なんか全然こうイメージが湧かないコンセプトで興味のある人は来てみてください。日本人がやってるっていうのはすごいねそんなおまけ動画でした。ご視聴ありがとうございました。